ダイバーシティマネジメントの真意、ダイバーシティマネジメントを通して組織力強化につなげるということで、今回は情報提供をさせていただきたいと思います、ね。まずダイバーシティマネジメントってそもそも何なのかということなんですけれども、ダイバーシティですので、多様性ですね。多様性を尊び持続的に結果を出し続けるための組織力につなげることということで、今回は定義をしておきたいと思いますですね。多様性を尊ぶっていうのはどういうことかってことなんですけども、違いは違いね、すなわち違いは決して間違いではないというのがこのダイバーシティマネジメントのまず大前提ということになります。で、なんでこのことを言うかというとですね、例えば昭和から平成にかけてなんですけれども、特に高度経済成長からバブル崩壊までのこの一連の日本の組織の流れの中でですね、私たちはずっと成功体験を持って組織運営をしてきてるわけですけど、その中の結果として組織運営は一言で言うと金太郎飴のような組織だったということなんですね。すなわちどういうことかというと、日本人中心で、正社員中心、それから男性が中心で、高学歴の人中心と、そういう組織運営だったわけですね。でこれでもなんとか結果が出てたわけですから、それはそれで全然良かったわけですね。ところがやっぱり時代が変わってきて、今の時代に柔軟に対応していくためにはこれでやっぱりうまく対応ができなくなってきたということなんですね。そんな中でやっぱり私たちマネージャーも意識を変えていかなければいけないと。今いるメンバーをフル活用していくということが重要なポイントになってきているということなんですね。すなわち例えば性別ですとか年齢ですとか、あるいは国籍、そして雇用形態等々と、他にもありますけれど、そういった違いにとらわれるのではなくて、高い視座で結果を出し続けていくということがこのダイバーシティマネジメントの真意ということになります。でこれまでの金太郎飴的な組織であればですね、言ってみればあうんの呼吸、あるいは一時期流行りましたが忖度で、成り立つ組織を上司である私たちがですね、黙って俺についてこういうスタイルでですねやっていけたわけですけれども、これからはそうはいかないということなんですね。メンバーにいかに動いてもらって、効果的に動いてもらって結果を出していくかというところが重要なポイントになってきますということなんですね。でそのためのコツなんですけれども、やっぱり一番重要なのは目的を共有をするということなんですね。それぞれみんないろいろ違うわけですよね。多様な人たちが実はいるわけです。でこういった人たちをうまく取りまとめて結果を出していくということがダイバーシティマネジメントについては求められるわけなんですね。ですから目的を共有をするためにシェアードビジョンですね、要は組織の大義、これを作って組織の方向性をですね共有し示すことがまず重要になります。でそれを踏まえた上でメンバーを叱咤激励する。これはメンバーっていうのは対個人もあれば対組織もあると思うんですけれども、成果再現性を高めていくという意味合いでですね叱咤激励をしていく。で、ちょっと今先走って申し上げましたけれども、プロセスに着目することが重要なんですね。すなわち成果再現性を高めるためにどうしていけばいいのかっていうことを粘り強くですねメンバーに働きかける。そんなに簡単に結果っていうのはついてきませんのでね。ですから遠いところに目的を置いて、そこにたどり着くためのしるべとして目標を作り、その目標を達成をしていくためにプロセスに着目をして粘り強くメンバーに働きかける。こんなところがですね実はダイバーシティマネジメントのシーンになってこようかと思います。以上ダイバーシティマネジメントを通して組織力強化につなげるということで情報提供させていただきました。